おはようございます。現在の時刻は6時9分です。昨晩ね、車内はそこそこ冷えたんですけども、布団に潜っていたらね、ポカポカで暖かく眠れました。で、外はね、今から日の出の時間らしくて、だいぶ天気はそうなので、ちょっと出てみたいと思います。よいしょ。おー、いい天気。もうちょいしたらね、火が出そうですね。ちょっとね、車に戻ってコーヒーでも入れましょう。この分でコーヒー入れましょう。コーヒーはね、もちろん UCC なんですけども、こうやって蒸し皿のっけて、昨日買った豚まん乗せて、よっと。この分で豚まんを蒸して、蒸し終わったお湯でね、コーヒー入れましょう。はい、ボコボコ言い出したのでね、ここから5分蒸します。よし、OK。おー、熱々。よっと。OK。いや、半分ぐらい減りましたね。これはいけない。よし、ぬるめで OK。よし。ということで、なんかちょっと火も昇ったっぽいんでね、行ってみましょう。おー、いい太陽がね、出ました。昨日晩ね、すごい風が吹いてたのにから、今日はね、すごい穏やかです。ということで、ちょっと東屋があるんでね、ここで海とね、日の出見ながら、肉まんいただきたいと思います。いただきます。よし、美味しかった。ごちそうさまでした。で、ご飯も食べ終わったんですけども、今朝はね、まだちょっとしないといけないこともたくさんあったりするんで、まだね、動かずにから、ちょっとこの場でね、PC 作業等をね、させてもらいたいと思います。ということで、ちょっと6時45分ですけども、ちょっとね、車内でごそごそします。はい、ということでね、ちょっと PC 作業中ではあるんですけども、昨日からね、食べてばっかりでから、ちょっとね、体が重たいんで、軽量化の方をね、火に行っていきたいと思います。よいしょ。お手洗いはね、この先ですね。紅葉が始まりだしね、山の木がすごい綺麗です。なんで、ちょっと行ってきます。はい、お手洗いね、利用させていただきました。僕、座る方を利用させてもらったんですけども、オンザシートがついててから、お尻あったかかったです。びっくり。山の上でからね、もう何もないような場所なのにから、優しさにね、包まれるお手洗いでした。ということでね、車に戻って作業を続けたいと思います。はい、ということでね、作業終わったんで、今日のね、行き先を今調べてるんですけども、その前に、昨日作ったね、お出汁が残ってるんで、この分でね、お味噌汁入れましょう。ちょっとね、少ないんで少し足します。これぐらいかな。で、UCC のカップでね、味噌汁作ります。はい、沸きました。火を止めて、OK。ちょっと多かった。よし。ということでね、これをいただきながら見ようと思うんですけども、今日の想定しているルートはこんな感じで、さっきに言ったようにね、バタバタして移動したくないんで、今日は松山市で一泊します。で、移動はね、3時間とかぐらいで行けるんですけども、道中でね、少し、寄り道したりとかして、あと、松山市にはね、またジムがあるんで、そこに寄ったりしながら、宿泊地を目指すっていう格好ですね。はい。ということで、ちょっとお味噌汁いただいてみましょう。美味しい。だしの味がね、すごい美味しいです。はい。ということでね、完食です。ごちそうさまでした。よいしょ。で、ちょっとね、出発前にね、少し気になってることがあって、というのがね、この場所ちょっと日陰になってるから、パネルの発電ワット数が0ワットなんですよね。だから、あの辺のね、広場の方に車移動させてみます。よいしょ。どうだろう。はい、しっかりね、発電できてますね。117ワットとからしいです。OK ですね。よし。行きましょう。はい、塩出山山頂公園駐車場さん、社長がさせていただき、
ありがとうございました。こちらの駐車場はね、夜に人を来ることは本当に全くありませんでした。でもね、早朝からね、バラバラっと、景色をね、見に来る方がおられて、だからね、地元でも愛されてる場所なんだなというふうに思いました。はい。はい。峠を下ってきました。今ね、ちょっとルートなんかを考えて、今、頭の中で洗い直してるんですけども、もしかしたらね、今日宿泊する場所とか、今日のルートとかをね、組み直すかもしれません。まあ、臨機応変に行きましょう。よし。でね、ここ、トイレもすごい綺麗なのありますね。すごい。よし。あそこですね、展望台。行ってみましょう。どんなのが見れるんでしょうね。おー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 、なんかあるぞ。あれですね。確かに銭だ。銭形砂絵っていう分で、寛永通宝ですね。多分ね、この迫力伝わらないと思うんですけども、すっごいでかいです。観光地にはね、ちゃんとね、ゴミ箱がなんか設置されてます。ということでね、思いもかけずね、0円観光できたんで、先をね、急ぎましょう。よし。でね、今ね、タイムスケジュール考えてるんですけども、もう11時なんですよね。思った以上にね、時間経ってます。で、今日はね、松山で滞在するか、松山を通過するかはまだ考えたいんですけども、松山まで行くのにどれぐらいかかるんだろう。はい、こんな感じでね、高速道路使わずに3時間ぐらいかかるらしいんですよね。結構がっつりかかります。だから着いたら2時ぐらいか、もう、ちょっと、スケジュール的なのを見てみます。よし、ということで、ちょっといろいろ考えたんですけども、松山に行くこと自体はもう確定なんで、松山の方にね、向かって車を走らせたいと思います。で、道中でね、ちょっといろいろ考えながら運転の方ね、してみたいと思います。はい。ということで、行きましょう。はい、ということでね、コーヒーと、ちょっとね、お腹空いたんでね、ちくわ買ってきました。ちくわはね、本当に高タンパクで筋肉にいいんで、これをね、ちょっとかじりかじり移動したいと思います。行きましょう。よし、行きましょう。すごくいい道。岡山にもね、こういった道が欲しいですね。はい、ということでね、ちょっとちくわ食べたらね、胃がだいぶ落ち着きました。はい、ということでね、ちょっと今移動したんですけども、おやつがないことに気がついて、おやつを求めてダイソーに寄ったら、すごくね、たくさんいいものが売られてたんで、買ってきました。5袋買ったんですけども、これがね、2個で108円でした。お買い得でした。ということでね、筋肉にはね、お菓子も必要なんで、お菓子もね、いただきながら、またね、先を急ぎたいと思います。はい、ということでね、ちょっと海沿いの道を走ってるんですけども、ここからね、高松市内の方に行くには、まあ、一般道をね、100キロ走行するらしくて、時間はね、約3時間かかるそうです。だからね、到着時刻は3時とからしいです。結構時間かかるなあ。でね、せっかく香川県に来たんだから、うどんぐらい食べていけばいいのにっていうふうに思われるかもしれませんけども、実はね、僕、先日、バイクで来た時にうどん食べてて、で、美味しかったんでね、もう今回はうどん抜きでね、香川県の方をね、離れたいというふうに思います。はい。でね、ゲオとかセカンドフードとかね、たくさんあるんですけども、今回はね、そういった旅じゃないんで、もうね、我慢して先を進みます。はい。ここはね、1週間ほど前に、グロムで走った道ですね。覚えてます。1週間前はね、向こうから来たんですけども、今はね、向こうに向かって進んでます。でね、宿泊予定地は実は2カ所あって、1カ所はね、松山市内の方なんですけども、もう1カ所はね、ちょっと遠いんですよね。でもそちらはね、RV パークになっているから、どっちに行こうかなと今悩んでる最中なんですけども、とりあえずどっちにしろね、運動の方またねしときたいんで、今からねちょっとまたジムの方にちょっと行ってみたいと思います。ちなみにね30分ぐらいで行けるそうです。はい、松山市内のね中心部の方までやってきました。はい、こちらですね、到着です。
ここはね、エニタイムフィットネスさんの中でも、なんかね、妙にレビューのいい店舗さんなんで、一丁行ってね、鍛えていきたいと思います。はい、行ってきます。まずね、着替えましょう。で、着替えてね、来たんですけども、今日はね、ちょっとね、さっきちょっと時間調べてみたら、あんましね、長いこと入れないことが分かったんで、下半身を中心にね、時短で、ちょっとね、バッと運動してみたいと思います。頑張ります。まずはね、これ使います。よし、運動終了です。着替えてね、出ましょう。時間がないです。よし、OK、鍛えてきました。で、今日はね、シャワー浴びずに来ました。というのがね、今日はね、26日で風呂の日なんで、お風呂にね、入りに行きたいんで、ちょっとシャワーはね、時間もないんで諦めました。で、今回僕はね、松山市にいるんで、坊ちゃん風呂に入って、どこか海辺の方で、一泊させてもらって、それからね、南下しようかと思ったんですけども、実はですね、この斜めの径を冬仕様にして、四国をね、一周回った際に、寄りたい悠々パークさんがあったんですけども、そこがね、火事で、お風呂も悠々パークも閉鎖してたんですよね。なんですけども、今年のね、確か4月ぐらいだったかなに、またね、復活されたそうで、そちらの方で、お風呂に入って一泊できるようになってるんで、今回はもうね、松山離れてね、こっちの方に行きたいと思います。で、こちらまではね、一般道を通って1時間42分もかかるんで、今から出てもね、到着したら6時ぐらいなんですけども、その前にね、ゆで太郎さんっていうね、ちょっとチェーン店ではあるんですけども、僕、ここにね、めちゃめちゃ行きたくて、こちらをね、明日の朝食でいただこうかと思ったんですけども、もうね、思い切って今日のね、夕食にしたいと思います。はい。もう時間がないんでね、本当にパッと行きましょう。ということでね、出発です。よし。はい。良いトレーニングでした。しっかりね、鍛えれました。はい、いい感じのお腹空いてき始めました。バッチリですね。よいしょ。はい、ということでね、到着です。ゆで太郎さんです。やったーやっと来ました。到着、お疲れ様でした。はい、ということでね、江戸切りそばゆで太郎さんにね、到着です。こちらはね、チェーン店ではあるんですけども、実はね、三重とか愛知の方だけしかなくて、岡山、香川、広島とかその辺じゃ全然ないんですけども、なぜか愛媛県に1店だけあって、それがこちらなんですよね。で、僕はね、お蕎麦が好きではあるんですけども、こちらのね、ミニのり弁っていうのがあって、これがね、どうしても食べたかったんで、今回ね、初めて来させてもらいました。ということでね、もう中でね、ちょっと食べさせてもらいましょう。行ってきます。ゆで太郎ともつ太郎っていうのがあって、その分が合体したお店らしいですね。僕はゆで太郎です。で僕はね、ぬくいお蕎麦しか食べないんで、ぬくそばの右のり弁セットですね。これですね。あとね、トッピングをしましょう。トッピングはね、前的にします。よし、これでね、いきましょう。合計で720円です。はい、お願いします。よいしょ。よーし、来ました。ごちそうです。これがね、食べたかったんです。美味しそう。お蕎麦に右のり弁です。よーし。美味しい。出汁がめちゃめちゃ美味しいです。のり弁丼いただきます。舞茸でゆで太郎最高です。ということで、あまり時間もないんですけども、ちょっとね、味わいながらパッとね、いただきたいと思います。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。
ごちそうさまでした。よっしゃ。よし、満足です。ということで、次を目指しましょう。1時間35分ぐらいで、6時45分着なんで、多分ね、もう間に合うと思うんで、ゆっくりね、安全運転で向かったいと思います。行きましょう。はい、ということでね、ゆで太郎さんごちそうさまでした。すごいね、美味しかったです。よいしょ。とりあえずね、帰宅の時間になったみたいで、交通量はね、増えつつあるんですけども、とりあえず間に合いそうなんでね、安全運転で、ゆっくりね、行きたいと思います。でね、今回ね、本当にね、松山で一泊してもよかったんですけども、それをね、しなかった理由としましては、九州を巡る旅って言ってるのにね、四国ばっかり移しても仕方がないだろうっていうのが本当の理由ですね。で、あとね、坊ちゃん風呂に行かなかった理由なんですけども、今日ね、26日で風呂の日でから、多分ね、坊ちゃん風呂めちゃくちゃ多かっただろうなというふうに思うんで、もうね、今回ね、諦めました。はい。ですのでね、この2点が、松山で、一泊しなかった理由っていう風にね、なってますんで、皆様、ご理解のほどよろしくお願いします。ということでね、あと 60km で1時間10分ぐらいかかるそうなんですけども、頑張ってね、行きたいと思います。はい。ちょっとね、ローソンにあります。はい、オレンジのね、ゼロを買ってきました。3缶で300円でした。先を急ぎましょう。スーパーにね、やってきました。よし。ちょっとね、食材を見てきます。はい。ショッパーさんでね、タイのお刺身、半額のやつ買ってきました。259円でした。よし。ということでね、欲しいものは手に入ったんで、もうね、本当に目指しましょう。時間ギリギリです。この道はね、佐多岬メロディーラインっていう道らしくて、なんかね、道路を走ってたらね、さっき変な音がしてたんですけども、一箇所だけでからね、全線でそういった音がするような道ではないような感じですね。最初聞いた時ね、なんかお化けかなんかと思いました。怖かった。はい、こちらですね。亀ヶ池温泉さんです。到着です。よし、はい、到着。ということでね、亀ヶ池温泉さんの方に、ね、到着したんですけれども、現在の時刻がね、もう7時15分でから、こちらの営業時間が20時までで、最終チェックインが7時半なんで、急いでね、お風呂の方に入りに行って、車中泊させてくださいというふうにね、お願いしていきたいと思います。よし。すいません。OK、許可いただきました。はい。はい。お願いします。ということでね、行ってきたいと思います。行ってきます。はい、上がりました。はい、めちゃめちゃ気持ちよかったです。お風呂はね、内湯が3つに外湯が3つあって、あとね、サウナが2種類ありました。で、お湯に関しては、この辺がね、海の近くだからでしょうかね、ちょっとしょっぱいような感じで、何杯でも飲めるような感じのお湯で、外湯に関しては、どこもね、全部屋根があったんで、雨が降っても、外で気持ちよくね、お風呂に入れるお湯で、すごいね、良かったです。ちなみにね、僕はサウナには入らない方なんで、サウナの良しとしては分からないんですけども、でもね、お風呂はね、全体的にすごい綺麗で、洗い場もね、20個ぐらいあってから、シャワーの勢いも強くてね、気持ちよかったです。はい。ということで、どこに止めてもいいですよっていう風に言われたんですけども、お手洗いが近い方がいいんですよね。で、お手洗いはね、どうやらね、この建物の裏側の方にあるらしいんで、ちょっとね、地図を見てからお手洗いに近くて、良さそうな場所に車をね、止めたいと思います。はい。水平チェック。ほう。ということでね、左前に2段。で、右前にね、1段ぐらいでなんとかならないかな。よし、こんなもんでしょう。ということで、いい位置に止めることができたんで、今夜はね、こちらで、ゆっくりさせてもらおうと思います。ということでね、ちょっと夜も更けたけなんで、早速料理と言いたいところなんですけども、5時ぐらいにね、お蕎麦と海苔弁丼っていうのをね、食べてから、お腹がね、結構いいことはいいんですよね。
ですんで、今夜は料理はするんですけども、お酒の後としてね、料理の方を作りたいというふうに思います。はい。で、今夜の食材なんですけども、残り物ばっかりなんですけども、お鍋セットが残ってて、あと、今日買ってきたね、タイのお刺身もあるんで、この分で、今日はね、タイしゃぶをして食べて、あと残りをね、ちょっとお鍋みたいなものをね、作ってみたいなというふうに思います。はい。で、早速電気鍋といきたいところなんですけども、今回はちょっと思うところがあるんで、炊飯器でね、料理してみたいと思います。はい。で、作るのはタイしゃぶなんですけども、しゃぶしゃぶするんだったらね、出汁があった方がいいんで、出汁を取りましょう。はい、500cc。なるほど。水はね、玄米の 1.5 のところまで来てますね。あそこが 500cc のようです。了解。で、それを踏まえた上で、これにはね、蒸しっていうものがあるんで、これでいきましょう。これですね、20分間ですけども、これで炊飯。はい。そうしたら、この場合はね、全力で、沸かすモードです。定格消費電力はね、310W の炊飯器なんですけども、110V でさらにね、照明を使ってるんで、380W ぐらいです。気温17度ぐらいなんでね、多分10分はかかると思いますけども、ちょっと気長に待ちましょう。はい、10分経過しました。ちょっと見てみましょう。せーの。よっと。もうちょいじゃな。よいしょ。はい、ボコボコ開けました。ここにね、出汁を入れます。1パック、ドーン。蓋をして、で、この間にね、しゃぶしゃぶにするタイをね、ちょっとしゃぶしゃぶできるように薄作りにしましょう。もちろんね、十分薄いんですけども、この部分がね、ごついんで、この2切れだけね、ちょっと薄くスライスしていきます。これね、しゃぶしゃぶ用のお肉は整えました。これで OK ですね。だしもね、出ました。よし、これで OK。じゃあね、しゃぶしゃぶしていただきましょう。ということでね、いただきます。タイ。しゃぶしゃぶ。はい、こんなもんで OK。いただきます。うまっめちゃくちゃうまいです。うわ、美味しい。だし汁でね、しゃぶしゃぶするのほんとうまいです。信じられんぐらい美味しい。これは素晴らしい。本当に美味しい。二口目。たまらないです。オレンジゼロいただきましょう。いただきます。うまーい最高です。本当にね、どうしたんよぐらい美味しいです。皆さんもね、半額とかね、見切り食品でタイ見かけたらね、もうぜひね、出汁でしゃぶしゃぶしてください。絶対おすすめです。しゃぶしゃぶしすぎたら硬くなるんで、適当なあたりで。せっかくなんでね、この大葉、ちょっと刻んでからね、薬味にしましょう。薬味と一緒に食べる。たまりません。めちゃくちゃ美味しいです。で、どうしようかな。全部ね、しゃぶしゃぶしてあげといて、ここにね、もうこの鍋用のね、野菜とかを全部入れて、もう煮込みます。で、肉団子も、沈めて、で、鍋みたいなものなんで、ここにね、大根のつまも入れます。タイのね、大根のつまはね、基本的にドリップがついてないんで、他の魚はね、ちょっと癖がなりがちですけども、タイはね、結構大丈夫です。で、すごく関係ない話なんですけども、ちょっとここでね、片付けテクニックなんですが、この分にはね、今汁がついてるんですよね。で、これ多分ね、鶏団子から出た汁だと思うんですけども、これをね、このまま袋等に入れて、生米として捨てようと思ったら、捨てるまで匂いがずっと出るんですけども、こういった分はね、こうやって、もう全部水分だけ吸い取ってしまって、こうやればね、匂いがだいぶ抑えられるんですけども、こっちですね、この部分を、小さくまとめて、アイラップに入れて、匂う部分だけ小さいゴミにして、冷蔵庫にね、取り込んどけば、ゴミ捨てる時までね、匂いが広がりにくいんで、こういったね、処分方法取るの結構おすすめです。はい。よし。豆腐も入れましょう。これもね、賞味期限、ギリギリっていう言い方がいいでしょうね。よいしょ。はい。はい。お鍋っぽいものができたんで、これでね、ポン酢でいただきましょう。うわー。いただきます。他の人が犠牲になってもいいっていうのか。熱々美味しい。ということでね、あとはちょっとゆっくりいただきたいと思います。はい。ということでね、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。で、お汁とかちょっと残ってるんですけども、これをね、残しておきます。で、
もういい時間なんで、ちょっとね、休もうと思うんですけども、その前にね、お手洗いにね、行っときたいと思います。よいしょ。よし、こちらですね。ちょっとね、行ってきます。はい。歩いてすぐだったんですけども、街灯がないんでね、道中怖いです。はい、ただいま。はい、ということでね、もう寝る準備できたんで、休もうと思うんですけども、寝る前に、昨日と今日使ったお金なんですけども、昨日はこんな感じで2137円。で、今日はこんな感じで、合計2487円使ってます。ほら、合計でね、4600円ぐらいですかね。2日でね、4600円ですけども、すごいね、充実した旅を今送れてるんで、楽しいです。はい。で、今日はね、本当は、松山で一泊の方が良かったかなというふうに移動中思ったんですけども、こちらのね、亀の湯温泉さんの方に来たら、ようこそいらっしゃいましたみたいな感じのあったかい対応でね、やっぱしね、ここまで車ね、走らしてきてよかったです。はい。ということでね、おやすみなさい。はい、降りてきました。中入れるのかな。よーし。